行ったり来たりしてずっとさて三軒茶屋で飲み歩きしていきます。まずはですね、キャロットタワーから、三茶の駅から徒歩2分ぐらいですね、仲直りっていうお店、初めて行くお店です。ここを伺います。すみません、何しようかな。一発目、どうしようかな。むず。さて1杯目ですね。どうしましょうかということなんですけれども、こちらのお店いっぱいね、クラフトジンとかも置いてらっしゃいます、ね、コップのワインとかね、日本酒もあるし、やっぱこれ熱燗あたり行くのもいいんですけれども、本当にね、サワーも結構ね、金宮チューハイとか蜂蜜レモンサワー、水ジンソーダもありますね。生すだちサワー、ガリチューハイ。ガリチューハイってガリ生姜なんかな、爽やかなチューハイなんですかね。塩トマトハイとかネクターハイもありますね。いろんな飲み物がある中、私が選んだものはですね、すいません、はい、福岡やめ茶ハイと、はい、黒霧島のお湯割りをください。はい。おすすめのやつありますね。おすすめは仲良し盛りっていうのが今おすすめで。あ、じゃあ仲良し盛りで。ありがとうございます。はい。なんか軽いやつなんかないかな。かきオイル漬けとか。かきオイル漬け。そう言いましょう。ありがとうございます。はい、おつまみ見ていきましょう。ここ結構美味しそうなのいっぱいあるんですよね。本当に揚げ物からね、推しの一品、大衆酒場のネギタン塩、いいですね。680円、安い。すき焼き皿豆腐、いいですね。お酒合いそうな感じの熱燗とかで、このすき焼き皿豆腐とかもいいですよね。酒場のベーコンエッグ、みんなが好きなやつがめっちゃある。肉味噌ピーマン、あさり酒蒸しもあるでしょ。でつまみその1その2ありますね。つまみその1、ポリポリきゅうり、しびれナス、これなんか山椒かかってんのかな。美味しいそうですよね。エシャロットめんつゆ漬けとかも美味しそうですよね。あとこっちはこんにゃく味噌田楽、いいですね。角煮もあって、ラムハツのアヒージョ、なんか本当にね、みんな大好きな定番メニューからちょっと変わったやつまでいっぱいありますね。お魚もありますね。めっちゃ腹減った。俺今日そういや、俺何も食ってない。午前中に喫茶店行って、クロックムッシュ1個しか食ってないから、もうなんかこれはもう腹に入れない酔いますよ。なんか腹減ったな。じゃあ編集してて、もう腹減ってんのが忘れてた。この間のキャンプの鶏鍋めっちゃうまかったな。めちゃくちゃうまかったですね。ほんまうまかったな。ここほんま新しいですもんね。とてもね、新しい。失礼いたします。やめチャーハイと黒霧のお湯です。はい。こっちお湯です。ありがとうございます。はい。かぼちゃのお茶のスープ。はい。こっちです。はい、お疲れ様です。うまい。美味しい。お茶の香りすごい。ありがとうの珍しいな、かぼちゃのポタージュみたいな。仲良し盛りになすご、ります。うわ、すご。お魚がこちらがマグロ、サーモン、カンパチ、しめ鯖です。はい。いくら来た。いくら甘いかどうか論争。うまい。うまい。魚うま。まず甘い。まず生臭いです。生臭いって。僕だってマイナスネガティブじゃないですよ。いや、磯の香りとかさ、磯の香りね。ネガティブな言葉じゃないのかもしれんけど、バカの中では一般的にはね、臭いの範疇やから、生臭いは。美味しい。うまい。マジでうまい。マグロめっちゃうまいねんけど。でもいい色ですね。うまい。
これ全く想像できないかもしれないですけど、若い女の子やとするじゃないですか。あ、自分が真冬に足出せます？ちょっとほんまに想像できへんのでも出せると思う。でおしゃれのために寒さ我慢できるかっていう話ですわ。で男で言うたら、寒いけどライダース着るみたいなとこなんじゃん。ライダース寒いんですか？めっちゃ風通さない。風通さへんけど、保温力はないから、言ったら風通さへんだけやからあれは、ライダースって寒いのよ。俺多分出すと思う。今日はもう足出したいみたいなそういう日があると思うから。無理なような気するな。いくらなんでもよくね、女の人も若いから足出す、年取っていったら若くないから足出されへんとか、って言うじゃないですか。あれ何なんですかね。別にそれはその大人の女性であんまり足でバーン出してるのも恥ずかしいとか、そういうことじゃない。傍から見てて、客観的に見て、もう年して足出してみたいな自分でそう思わはんのちゃう、とかめっちゃ足に自信がある人とかは出さはるのかもしれないけど、やっぱり大人のでも男は年してライダース着てとか、年してタンクトップ、真冬にタンクトップ着て、そこ一緒じゃないのそれこそパーカーおじさん論争じゃないけど、確かにいい年して革ジャン、確かになんかロックの格好とかしてとか、ミュージシャンやったらええけどみたいなさ、確かに、その年相応の服装をするかどうかみたいなことなんちゃう。もつ煮込みあったんか。もうこれキーヒンはっていうのあります？ある気がするな。マフラーとかしないですよね。そういう話？でもいや年相応の話？年相応の話ですけど、そういえばマフラーせえへんなと。着られへんはあるけどな。サイズ的に？それはタイトなパンツとか、俺昔タイトなパンツばっか履いてた。でもあれじゃダメージデニム。個人的にはですけど、あんまりおっさんのダメージデニムはちょっとなんか汚くて嫌やなっていう。多分傍から見たら嫌やろなって。先とんがり靴は履いてた時期はないんですか？ない。でも衣装とかで来るけど。あんま好きじゃない先とんがり靴。すいません。黒霧のお湯割りともつ煮込みください。かしこまりました。今太いパンツが流行ってるじゃないですか。ワイドパンツ、男も履かんわと思いますけど、もう履いたら楽でしょうがない。でも今のワイドパンツってウエストが緩いわけじゃなくて、シルエットがワイドなだけで、楽さそんな変わらへんけどな。今俺持ってるけど1個。そんな正座せえへんからちゃいます？お前そんな正座すんの？割と座るとき基本正座から入る。正座してんの？基本正座からスタート。どういうこと？正座からスタートって何なの？どこで？だから家で？人の家行った時とかね。で家とかはシャワーとか、友達ん家でも。今日正座スタートです。嘘やろ？正座スタートしてたお前。正座スタートですね。正座スタートのおかま座りの正座スタートおかま座りのあぐら座りになる。なんその段階。鼻からあぐらでよくない？鼻からあぐらでいいんですけど、でなんで間におねえ座り一旦挟むの？ちょっとそれが意味わからないんしびれてくるから正座は。だって鼻からあぐらやったらしびれへんやん。しびれないですけど、なんか座り方にあるじゃん。座るときに膝ついて座るじゃないですか。膝ついて座る？座るときはね、床に座るときはケツから座るパターン。俺結構ケツから行くな。ていうかあぐらかこうと思ってるからやけど、ラクダが座るときみたいな感じで足畳んで膝から行くってこと？僕膝から多分小学校の時からそれが癖づいてる。その方が楽っていうか自然ってこと？自然、いや楽じゃないですよ、正座なんで。そうやろ？あぐらかいたらええやん。癖ですね。女の子座りが一番楽かも。なんか正座からの女の子座りが。こう正座するやんか。でお姉さん座りってこうやんか。違います。こういくってこと？足の柔らかいの。お前こういってんの？こういってます。これが一番楽ですね。乙女みたいなのなってんの？子供の頃から椅子に座ってご飯食べてました。
そうやな、ダイニングテーブル。わーようなお家だったんですね。ほんまに椅子に座ってご飯食べるっていうのがファミレスぐらいしかなかったかも。ああ、家はもう言うたら和のはいローテーブルやったら、はい。いやそんなことないやろ。いやいくらほんまに家が和のローテーブルでも、はいファミレス以外で椅子に座って飯食うことは、いや学校どうやねん。ご飯学校なんて椅子に座るのほんまやな最たるもんや。ほんまやいやでもないや正座して飯食ってる子とかいませんでした。僕らの時代学校でそう、座布学校団の椅子に正座無理やろ。座布団引いてたじゃないですか子供の頃。引いてな座布団持って行ってたじゃないですか。い。持って行ってない俺は。てか別にうちの学校もそんなみんな持って行ってなかった。うちの学校みんな持って行ってましたよ座布団冬。まあまあ学校であるんですよ。でも基本正座は楽やったし正座しなさいって言われてました。まあまあ行儀どっちかでこっちの方がええからまあなええけど。物差しとか背中に入れられませんでした。お前なん終戦直後の人のなんか坊主も相まってなんか昭和一桁なの。せやあぐらかいたらあかんかったんですうちの家。あ、そうなの。行儀悪い言うて。お父さんしかあぐらかいたらあかんかったんです。はいえらい厳しいな。はい偉そうらしいですわあぐらは。バターのおやつさんやな。何歳で俺って親の前で俺って言えるようになりました。あ、でも俺今でもおかんの前では俺って言うけど、俺おとんの前やったら僕って言う。わほんまですか。僕も中学生ぐらいまで俺って言ったら誰に俺って言ってんねんって言われてましたもん。で僕っていうのが恥ずかしくなってたから家の中では龍造って言ってました。龍造はみたいな。はすごいよ。矢沢や。僕っていうの恥ずかしい。でも俺って言ったら生意気やって言われる龍造。どんな感じの使い方なの？それ龍造のやでとか。すごいな。女の子でまあ自分の名前で呼ぶ子いるやん。だから僕昔付き合ってた彼女とかにも龍造って言ってました。だから俺って言ったらなんか上からとか偉そうやとかっつって思うからちょっと痛いと思われるかなとかなかった？なかったです。なかったんや。はい。それが上からそれいじられたことない？言われてましたよ。気持ち悪いからやめろっつって。俺中志そろそろつきそう。あ、ほんまですか？動作しにくい左側が左やっていう。来た。びっくりした。びっくりした。あ、そう、坊主やから。坊主になりました。明けましておめでとうございます。そうやね、やりたかったからやって。坊主。前確かに言ってたかも。やりたいって？仕事帰り。ラーメン食べてました。ラーメン帰り。ちょっとだからニンニクラーメン。なんか頼みますか？じゃあ黒霧のお湯割りを。お湯割り。角玉にしようかな。すいません。角玉のお湯割りを一つと黒霧のお湯割り。はいと生ビールください。お腹は空いてない？で空いてます。空いてラーメン食った帰りで？もうラーメンからここまでです来ました。すごいな。なんでもあるけど。でももうちょこっとで。まあまたどうせ移動するし。はい次どこ行こうかな。反対道路渡ります？道路渡ってあっち行こうか。前三茶で飲んでた時は三角地帯あたりを行ってました。三角地帯あたり行った。お正月は何をしてた？ずっと寝てました。へえ。お正月実家帰って？実家帰らず。へえ。お豚のポタージュでありがとうございます。休みになるとがっぽり私すぐ体調崩すんですよ。ちょっとあれ聞こうや。中志さ、イクラって食べたことあるよね。ありますよね。イクラってパッと食べて何の味？辛い、しょっぱい、酸っぱい、甘い、酸っぱいとかなんかいろいろはい。
失礼します。角生の湯です。失礼します。失礼します。っていうその味覚のジャンル。だからゴミみたいなのあるやんか。塩塩味とかなんとか。塩味だよ辛いね。でその後に来るのは？えその後に来るよね。プチッと潰した後に。いくらはい、ありがとうございます。辛味。辛味？辛味？しょっぱみ？しょっぱみ？しょっぱいかしょっぱ辛いってことやろ。ほら。甘みは？甘み？甘み？いくらが甘い食べ物だって言うのや。いくら甘みない？いくら食べたってことです食か？べた。バターは基本的にいくらはというのは甘い食べ物だっていう認識やねんて。甘味なんですか？そのスイーツの甘さとは違うよ。ああ、そう、味のジャンル。そう甘さにもいろいろあるけど甘いの一括りの中にプチッと潰したシチューは？シチューは甘いか。おお。いやこれだいぶ甘さに引っ張ってちょっと今甘いっていう洗脳を受けてからだからってない今甘さが一番最初にどのシチューを思い浮かべてるの今。ホワイトシチュー。あ、ホワイトシチュー。あでもさハッシュド系はその茶は色もう塩塩味？なんだあれ。ビーフシチュー。ビーフシチュー。塩味。バターはそれすらも甘いって言ってて。デミグラスソースは甘いやん。甘くないです。甘い？じゃあなんなんじゃんあれしょっぱいの。だからそれを詰めてくんねんけど。怖い。甘くないよって言ったら、じゃあ何ですかって言うんだけど。怖い。甘いでも辛いでもない食い物ってあるやんな別に。ありますいやないそのどっちにも振ってないっていうか。てかまず考えない。これは甘いとか。なんでこれしょっぱいこれしょっぱいご飯欲しいとかこれ甘いご飯いいなとかっていうことやん。いやいやでもビーフシチューとかはそのしょっぱいでもないし甘くもないし。それはないんちゃうかな。だから味ってさに混じったを踏まえて分かりやありがとうございます。いわかりますただきます。ものすごく味覚が優れてる説もありますよね。まあそう。それで言うとそう。すごく敏感に感じるのかもしれない。過剰書きでこう味が。待ってでもあれでもそういえば、チャーハン論争の時やったやんか。俺はチャーハンで唐揚げとかおかずいけるって言うんだけど、いけへんって言ってたやんか。もう味濃すぎてね。そう味濃すぎて塩味感じすぎて無理なんやって。味めっちゃ敏感なんちゃう。ただその割には別に食に全然うるさないし、何でもかんでもうまいうまいって言って食ってるな。その特にグルメでもないしお店よく知ってるわけでもないグルメじゃないのに味めちゃくちゃ敏感なやつっていう特殊な例なんちゃう。野球してへんけどめちゃくちゃ形のいいやつみたいな感じになっちゃう。人参は甘いでしょ。酢で言ったら甘い。甘いね。どれかって言われたら甘いけど、どれかも何もないですよ。明らかに甘いじゃない人参なんて。明らかでしょこれ。明らか。明らかじゃないよね。いや甘みはあるけど甘みはあるけどっていうか明らかではない。ちょっと食べてください。明らかに知ってるよ人参の味。すいませんお会計を。お会計ありがとうございます。全くのお揃いやん。何ですか来てこないでください。これ何なんですかね。ここそれ昔のこれ軍物やねんや。軍物の名残ネームプレートみたいな。ネームというかこれ軍の所属のやつとか。北海道？買ってきた。北海道別にいらん。もらって。ありがとう。でも今日ちょっと極寒じゃないですか。レベルが違う。極寒の格好してないやんほんであんた。時間の方はこの時点で、10時10分ですね。で、これキャロットタワーから信号を渡って反対側ですね、三角地帯とかも越えて246を渡って反対側に行きます。ね、こっち側もね結構いろんな居酒屋さんがいっぱいあって居酒屋さんもあれば本当にいろんな店ありますよ。牛角本店とかもありますしね。で一応ねタコスを食いたいなっていう話になって
メキシコ料理のお店を今のところ目指しております。あ、道沿いです。あ、そうやんな。あ、これか。あ、地下。ちょっと行ってみる。タコス食いたい。さて、やっぱメキシコ料理のお店なんでね、せっかくなんで1杯目ビールで行こうかなと思っておりますけれども、テカテコロナモデロエスペシャルドスエキスラガー、コロナは飲んだことありますけれども他の3種類が飲んだことないのでこの3つにしようかと。テカテ1つとモデロエスペシャル1つとドスエキスラガー。ドスエキス。ドスエキスラガー。あとじゃあもう言っちゃおうか。タコス言っていいですか。さあタコスですね。タコスでビールいきましょう。ね、これ結構本格的。ビーフ、ポーク、チリコンカルネ、エビ、チキン、フィッシュ、ベジタブルといろんな、ね、タコスがあってあのサイズがいいんですよね。本場っぽいサイズで3種類ぐらい選ぼうかな。じゃあビーフ、ポーク、フィッシュ。はい、全部1個ずつで大丈夫です。とりあえず一旦1個ずつ。でこれ年賀状作ってきうわ年賀状や。うわすごい。いつのやつこれ。仕事？あ、そうです。一応あ、中市ってこういう字なんや。モデカはいモデカはい鈴木さん。はい。ちょっとどれ取るかやろう。はい、ショーアヒュー。サンキュー。はいはいはい。はい、じゃあグッドグッうわーでも色的にはこれ白っぽいもんね。白っぽい。瓶ちゃう。瓶がグリーンやからちゃう。実際はこんな色してるんですか？うん、それはビールやからちゃう。これお、ドスエキス。ドスエクエキス。 X ダブル X。あ、ドス私ってダブルってことか。あ、そういうダブルこ X とかってことや。テカテさんであ、テカテ。あ、テカテさんいただきます。俺モデロ行きたかったんや。サルー。サルー。あ、飲みやすい。あ、美味しい。美味しい。美味しい。全然飲みやすい。めっちゃ軽いわこれ。やっぱ海外の基本軽めなんや。うんなんか暑いとこやから。めっちゃ軽い。めっちゃ爆が。めっちゃメキシコ気分を味わえるな。いいな。南国行ってみたいです。海外ってなんか記憶がないグアムあ、しかない。飲み？あ、じゃあ子供の頃ってこと。はそのスケートでこうなんかあ、試合みたいな。試合い。大会。いやいやもうロシアとは行かないんですよ。そんなもう強くなかったんで。タコス初めて食べたのいつですか？俺多分中学か高校。あれやねん。早いですね。早エルポヨロコって覚えてる？い。タコスのファーストフードチェーン店があってエルポヨロコっていう。京都にある。一時パッと広がってんけど、ちょっとほんま何年かして撤退しはってんけど、でそのファーストフード店があったからそこでタコス食ってた。あこちらがビーフ、ポーク、フィッシュでございます。はい。うまそう。あ。さすがにこれ一口食って半分どうぞは無理やな。ちなみにどれがいい？もうフィッシュは興味ないです。あ、興味ない。興味ない。なんか知らない。私ポークかフィッシュがいい。あ、おー。じゃあ俺フィッシュがいい。あ、じゃあ僕もうじゃあもうビーフですね。お、ポークいいですか？はい。食べ方まだあんまか、ポークか。どうぞ。こんなん手やろ。あ、手でいいですか？あとこういうのをちょっとあ、ちょこちょこかけるんですね。確かに。いただき。いただきます。いただきます。うん、うまっ。うん。うまい。お酒だ。うん。中市ってテキーラとか飲むの？
いわゆるそのショットでガーンとかさ行くんやってました。やってた、うん。まあ、酒好きやもんな。クラブとかさすがやな。クラブいやもう普通に本当仲いい人しかいないバあーここってテー。でもそうそうキー。ラあんのかな。おいしい。まあ絶対あるよね。お食事とテキーラ行ったことないんですよ。あおいしい。本当雑なテキーラしか飲んだことない。ーバーのテキーラ。そうそうそう。うわテキーラもやっぱいっぱい種類ある。え、そんな種類あるんですかテキーラって。もう美味しいのは美味しいよ。変にへーなんかうえってならへんし美味しいやつは。姉ホーとか。アメホは聞いたことある。レポサド。テキーラいっちゃうこれ。潰れないのね。何点あとお母さんあと何点いっぱいなら全然潰れへん。すいません。飲みやす系のやつっていうの飲みやす系だったら赤ワインの樽で寝かした結構珍しいです。へえ。アハトロディーバー。じゃあそのアハトロディーバーを3つ。 3つで、はい。食べていいですか？どうぞどうぞ全然食って。一緒に私も食べる。バカロチキンは。いいねうまそう。こちらがハトロディーバこういうー。ピンク。あディーバー。女の子っぽいというか。これはワインダルで寝かしてるから赤こワインの樽でんな感じで。 2ヶ月寝かしたものです。バッファローチキンウィングの5ピース。5ピースはい。フレーバーを選んでいただいたんですけフレーバーあんの。ど、バーベキューかバーベキューか。バーベキューか辛いか酸味の効いたのか酸っぱい系か。バベ。バーベ。バベ。バーベ。バベ。やっぱ適当に言ったやろ。サルー。これどうやって行くんですかなんかこれカーンじゃないな。結構な量やもん。あ、ほらめっちゃ美味しい。喉にガーンってけえへん。ほんまや。な。あれ？待ってください。テキーラ美味しいの。僕が今思った味のジャンル言っていいですか？間違ってるかもしれないから一応確認していいですか？コーヒーの味しません？せえへん。それはせんわ。もう俺思いもよらんかった。なんか甘いとか言うんかなと思った。コーヒーか。コーヒー。コーヒー。カルはいや違う。そうカルアと共通してるのはもうアルコールでしかない。メキシコいいよな。なんかめっちゃいい。行ったことないけどなんか良さそめっちゃいい。うみんななんか楽しそうで美味しい。美味しい。ちょっとテンション上がってくるね。なんか幸せ。どうしよやっぱテキーラテンション上がってくる。う。しかもこのいいお酒を感じるから、悪酔いを感じない。チキンウィングのうまそう。そう。こちら骨入れたおしぼりです。赤さんと徳井さんは2人で例えば飲んでたとしてお互いにどうして酔っ払ってるなみたいなのはこういや俺はわかるわかるわかる。俺は酔っ払ってたら分かると思うけどバターはほんまに分からん。全く変わらへんねん。8時ぐらいから飲んで今日結構2時ぐらいになったなとかっていう時でも全く変わらへん。徳井さんはほんまに最近はもうなくなったけどマジで酔っ払ったら突然いなくなる。帰ってんの帰ってんの帰ってんのあれってなって帰ったわ。基礎本能高めなんですよ。まず帰りたく眠くなるから帰りたくなってで帰るわって言ったら大体その場でちょっと先輩ぐらいやからなんか「徳井さん帰ります」とかなるからもう嫌やから消える自然と。消える。ほんま消えてた。一番ひどい時マジ自分の誕生日会でああおらんようになった。みんなが俺の誕生日会開いてくれて三茶でなんかお店貸し切って飲んでてんけどマジで11時ぐらいにもう俺真っ先に帰ってほら徳井がおらんってなってなんか11時早い。だから誕生日やって思ってなんか飲まなとかと思ってちょっとなんか頑張って飲んだらって確かにそう気で入りますもんね喋らなあかんなと思ってなんかいろんな人たちばいてお酒とか飲んでたら速攻酔っ払って速攻帰った私も誕生日祝ってもらったことがあってでも深
若くなればなるほど、こう私に気使ってずっとみんないるんじゃないかって思い始めて。あ、誕生日やからって、っていうか誕生日やんな、もうすぐ。そうやん。乾杯。やったおめでとやったやったやった。おめでとう。誕生日おめでとじゃあ最初に祝ってもらいました。う。4日後19だから4 4日後やね。 4日後。ありがとうございます。あら、じゃあ26 26？ 26歳。大人。自分の考える自分の年齢って今何歳ですか？精神年齢みた精いな。神年齢。 25。いや6歳だと思う。バターはそうやな、中学生ぐらいの感じで、すれてないと思う。 10代のピュアさがある。でもこの仕事してたら大人になるきっかけがなくないですか？ない。だから俺も本当に多分精神年齢多分23ぐらいやわ。23、4ぐらあーいっちゃん楽しい。い。あんまり良くない意味で。いや、そうだから本当に誕生日の実感が湧かないんですよ。毎年。でも30歳とか40歳になったら、このぐらい大人の感覚になってるんだろうなって思うやん。はい変わらんから。別に中身なんて大して、まあ経験は増えるし、できることとかの幅も広がったりとか、は頭も良くなったりとかすると思うけど、なんか根本の精神みたいなものってその今ぐらいとそんな変わらん。結局俺もなんかこの年になって、自分が若い時に見てた大人の人って多分精神年齢そんな変わらんかったよなって思う。なんかあ、そうなのか。勝手にさ、大人は心も体も全部が大人なもんやって思ってたけど、そうじゃないんやなって思う。それはもうお父さんを見てるとやっぱお父さんになったら変わるんですかね。だからその本当に分かりやすいので言うとお化け壊ないとかめっちゃ分かりやすいので言うとですね、めっちゃわかりやすいか。めっちゃ分かりやすいので言うとお化け壊なくなるとじゃあか大人バタになったらーがお化け怖いからよ、まだ。お化け怖い。お化け怖ないで、そんな。いや、そら怖いシチュエーションだったら怖いけど、バターほど怖くないと思う。大人になったらいや、大人そらは着物で人が行ったりとかさ、う一人で部屋おってなんかホラー映画でも見たら怖って思うかもしれんけど、バターは怖がりすぎやって。いやでもそれに関しては私も怖いんや。ごめんなさい、ここは言っときます。怖いんや。私も極度のでもお父さんは極度なんや。お父さんはお化けとか怖くないって思えへん。思います。うんなあ守ってくれるって思う。でもお父さんも、ん多分それで言ったら怖いんや。そうだから怖い。地方とか行ってさ、ビジネスホテルとか泊まる時あるやん。それですよ。それがダメなんですよ。もうまず塩スプレーっていうのがあって持ち運びできる塩スプレーがありまして、それをこうドアの隅にこう森塩的な感じで、それはその塩スプレーはその霊的な用の塩スプレーなの。霊的です。どっかの神社なんですか。伊勢神宮の塩入りスプレーみたいなのがあって、木のスプレー、木ってエナジースプレー。もう中は米の。あ、そうです、米です。それをもうシャ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 っつって除霊してでも除霊はするけどまだ怖いんやろ。怖いです。だから全部めくります。全部めくる方が怖ない。いやもう分かんないと。でもそれは僕もホテル入ったら絵の裏とベッドの底は見ます。お札探しまずはお札探しそんが始まる。な自分は別にもう知らんかったら知らんでええもん俺。あと1個忘れちゃいけないのが加湿器の裏。へえ。加湿器の裏とかも隠せるように、そう何かを加湿器で隠してるってこと。隠してる。封じ込んでるかもしれないから毎回見てんの。見ます。怖い。怖いやん、大変やん。もうどこも怖いです。とりあえず一回怖いです。ん。一人暮らしはええの。一人暮らしも怖いです。イカゲームみたいな色。さて続いて3軒目なんですけれども、本当にこの近くにあるボックスっていうお店、こ
かなを目指しております。以前ねここ通った時に見たもので興味がありまして。お腹せる。お腹せる。日本酒いきます。日本酒いきますか。はい、日本酒。とっくりでもらえ。うん。何かをじゃあ1合もらうくらい。日本酒は辛口ってどれですか。上機嫌が辛口でおすすめになります。じゃあ上機嫌。上機嫌です。はい。お茶を3つで。一升瓶をおちょこに行くのむずいですよね。難しいです。これちょっとこの大人のエビマヨっていうのを食いたいねんけど。食べたい。大人のエビマヨとカニクリームコロッケ。うわ、大好き大好きカ大好き。ニクリームコロッケ。バターさんはなんでいやしたかったんよずっと。びっくりしなかったですね。いやしたよ。坊主なってるやつだったらなったけど。でも似合う。いやでもこれもう一回坊主してもうたらもう抜けれへんねんじゃん。楽すぎて。で頭乾かさなくていいですよね。そう。しかもさ、なんかさ、もう今伸びちゃったけど、触ってても気持ちいいよ。犬あったあった。芝で触ってて。やりたいんでしょ。やりたい、坊主したい。だからへ今は結構短いの。俺自分でブワーって切って自分で自分でブワーって切ったの。自分で見えないですね。すきばさみでブワーってめちゃ切ったくちゃ器用じゃないですか。割と器用やねん。で俺もちょっと我慢してこれやねんけどもうちょっといったのかってちょっと思ってんねんけど、なんかあれあんまりやなって思った時に伸びるまでの時間かかるやんか。それがちょっと怖いねんな。お待たせいたしました。カニクリームコロッケが1になります。目がないのよ、カニクリームコロッケには。あ、サックサクパターンや。絶対マジでサックサクパターンや。カニクリームコロッケはやけどするからな。うまっ。暑いから。めちゃくちゃうまい。うまっ。うまい。あ、来た。大人のエビマヨ来た。エビをお待たせ。すすごい。ね。タワーになってる。マヨの味もちょうどいい。最後の一問題ね。日本人のね遠慮の塊ね。あれ俺最後の1個問題で言うと、もう最後の1個問題になってるよねっていう時はもう俺言っちゃう。もう何も言わず、もうこれを食べていいとかっていうのいちいちもうそんなんやめましょう、やめませんかっていう一石を投じる感じでもう行くよ。どうせみんななんか息あぐねてるんですよね。もうじゃあもう俺が行った方がこの場のみんなが楽になるんじゃない、これがない方がみたいな感じでもう俺行く。もう私も行く派なんですよ。もうしかもちゃんと宣言していきます。これ食べていい？ってオープンしちゃう。だから非常にうわなうわ。フジロックで聞いたら最高だ。めっちゃええやん。最高だったんですよ。でもフェスでうわいいよね。この曲世代じゃないやろ。世代ではない。世代やろ。俺ら世代。大好き。ウーアみたいな恋愛したいです。ウーアみたいな恋愛を知らんわ。情熱みたいな。これこの曲これ情熱です。情熱とミルクティーも好き。ミルクティーです。いいよね。大好き。ミルクティーってねれまでキスをしてだけど。フェスでうわめっちゃええな。最高でした。しかもその一番大きいところではなくて森の中のフジロック。フジロックさん。うわらしい最高のちょっとこじんまりしたところで。だからなんか僕らの時代ってこれ新しいジャンルでしたよね。まあそうね。今までなかった。日本人としてはなかったジャンル。
R&B とかヒップホップがあんまなかった。そうですね。だからスチャダラとかもすごい新鮮まあもうでしたほんまね。日本我々がヒップホップとかラップに触れたのはうんスチャダラからやからやっぱり。じゃあラブサイケデリコとかはラブサイケデリコはまあまあちょっとまた違うんですラブサイケデリコってあれグランジロックみたいなことまあそうですね。かっこいい。ありがとうございます。日本酒売りの。ありがとうございます。でもロックの人やんか、ビジュアルの人やんか。ビジュアルです。ビジュアルなんですね。ビジュアルはビジュアルの人なの。ビジュアルは本当現実ビジュアル側。ビジュアル側としては現実を歌わないんですよね。あだから本当にサザンとかドリカムとかビーズとかは現実を歌いすぎてるからあ。もうなんかそれ知ってるわってなってる。ファンタジーの世界ファンタジーの世界が好きだったんですよね。でも俺とかはそれサザンとかビーズとか好きやから、そのビジュアルのファンタジーみたいななんていうのナイトメアみたいはいはない言われても、はいいや共感できへんわってなっちゃう。あー世紀末とかどう思って聞いてたんですか？わざわざ聞いてないテレビとかで流れてるから聞こえてくるけど、こういうビジュアルというか変わった歌やなっていう感じで、私生活の中で世紀末をチョイスして聞いてた。はいもう本当に現実的なことなんか一切言わない。もう悪魔の世界とかそのルシファーとかさ、ルシファーとかそうシンクのもうバラなんてもうバラバラは鉄シ板やね。ンクのバラ、うん悪夢。中志はどういうジャンルの音楽が好きなの？私はもうずっとスピッツさんと玉置浩二さん玉置浩二とボーイさん。多い世代違いすぎるなそうやな割と。親ってこと親の痛い。もうごめんね。親の親の影響かもしれない。CD がずらっとあったのがその3人。自分世代の好きな人はおらんかったの？中志の誰世代の AKB とか高校時代のヒットソング何？アイコとかヒットしてたのはバックナンバーです。それ言うよねみんなね。本当に渡田氏と高根の花子さん。あ個人的に好きだったのはキノコ帝国っていう高校生の時に、だからちょっと好きな人がいたりした時にバス乗りながらイヤホンで聴いてる雨が降ってるバスの中の車窓めっちゃ覚えてますもん。へラッドウィンプスの世代じゃない？ラットの世代でもあります。あ私思い入れがあってラットのいいんですかってことあるじゃないですか。いいんですかいいんですかっていうので学校の校門ですんごい仲良かったもうずっとふざけてる女の子がいて2人でずっとふざけてたんですよ。もうモテるとか何も度外視っていうそれで「いいんですかいいんですか」っつって校門行ったり来たりしてずっと遅刻と遅刻じゃない自分をずっと繰り返して学生やな先生にこうやってずっと見られてるんですよ。遅刻じゃない遅刻ずっと学生のノリやなそれな。2人でずっとやってたらモテなかったです。そういう対象の女子じゃなかったの？もうそうですユニセックスな立場にいてでも学生時代彼氏おったやろ？いなかったんですよ。一回も？高校3年間いないんです。だって教壇の上で立って今私は重力を揉んでいますって言ってた。誰かのギャグ？私のギャグです。さて中志の謎のギャグを発表されたところでですね、12時半またですねこの246を渡ってまた逆側キャロットタワーの裏側の方面へ来ました。
芋の水割り。水割り。はい。すだちのサワで、そうで。はい、ありがとうございます。これで。はい、ありがとうございます。ここの締めはお蕎麦か、お蕎麦結構美味しい。そばリアンっていうぐらいからお蕎麦美味しくて、パスタも美味しいし、大体どっちかな。でもまあ一応ご飯もあるけど、まあでもパスタかそばかな、ここはの締めは。山椒香るペペロンチーノつけそば。わーこれはバターの芋の水割りのやつ。アップル何？ー。アップルアップルランランス。普通のはい、とわりそばと、はい。山椒香るペペロンチーノつけそばと、はい。あと鯛だしと酒盗のペペロンチーノ。はい。3つで。麺ですね。はい。ありがとうございます。締めに来ました。ありがとうございます。それがちょっとよくわからない。ました。今日手羽先とスパイスのスープです。人っていうのは否定するんじゃなくて、つい濃いめなんであるけど高くて漬けがちょうどいいです理由できますみたいな。これはとわりノーマルですね。つゆが濃いめなんで、ちょい漬けがいいですよって。私子供の頃一回だけなんか予言みたいなことしたことあって、予言っていうか、小学校の時に私学校行ってる間になんかお母さんのお兄ちゃんがお家に来て、お母さんのお兄ちゃん。お兄ちゃんがだからおじさんや。そうで私の家に来てなんか映画の DVD を借りていったみたいな、なんかそういうのがあったんですけど、私学校行ってるから知らないじゃないですか。帰ってきた時にふとなんかファーってなんかこれ言わなきゃと思って母に「今日おじさん来てこの映画とこの映画とこの映画をこうやって行って借りていった?」って言ったらその通りに言ってたんですよ。それだけは本当鮮明に覚えてて、はいはい。なんかふとこう思い出す瞬間まですごい覚えてるんですよ。あれだけは本当によく分からなくて。はいはいはい。それとか多分虫の知らせとかと多分似通ったあれで、実際自分はそこにいないのにそこの状況が分かるみたいな。虫の知らせもあるんですよ。なんかおばあちゃんすっごい大好きでよく遊んでてもらったんですけど、病気になっちゃって、でもう残り少ないみたいになった時に、それ私知らなくて、ちっちゃかったから病気だってこともそんなに分かんなくて、でも温泉大好きだったから温泉によく行ってたんですよ、おばあちゃんと。ある日私が小学校の時になんかお母さんとおばあちゃんだけで温泉に行ってきたんですよ、私も行きたかったのにって言って、その日すごい怒って、もう行けないじゃんって言ったらしくて、もうおばあちゃんと次はないのになんで連れてってくれなかったのって言ったらしくて、でそれのもうほんと1週間もせずに亡くなっちゃって、なんとなく多分察した何かがで、それを年明けてから母に会ったんですけど、それをまたっていうか初めて言われて、そんなことあったんだってこの間言われたんですよ。それさ、だから動物的な感ということもできるし、なんか霊的な力ということもできるし、なんかどっちもどっち予知的なことで言うとさ、うちの親父がまだ俺がめっちゃちっちゃい子供の頃か、俺が生まれる前に一時割とちょこちょこ競馬したことがあったよ。で、確かテンポイントっていう、テンポイントが全盛期の頃に親父が競馬に行ってやねんけど、競馬に行く前日に夢を見て、テンポイントが落馬してこけてレースを棄権するっていう夢を見て、翌日にレース行ったら親父がなんか結構コースの割と近いところで見てて、
まあ、親父の目の前でテンポイントがこけてっていうのがあってんで、だからまあそれってまだ予知夢っちゃ予知夢や。一個ね、いまだにね信用できない能力があって、速読の人、それめっちゃ思いました。速読の人バーって見れるじゃないですか。まあバーって見れるのは分かるんですよ。実際会ったことあるんですけど、速読清めた人ね、バーって読めるのは分かるんですけど、極限まで行くと手かざしただけで全部読めるんですよ。極限まで行くと。そうでしょ。それまで話変わってくる。それな、本来速読って見てパーってこう斜めにね X 上に見て記憶して147ページに何書いてありましたかって言った時に思い出すっていうね。パーって思い出してあこう記憶たどって思い出すみたいな。だけどその手かざしただけで内容わかるっていうのは、でもそれあんまり科学多分やけど科学的に言うと、その本はさ文字が書いてあって紙の上に印刷が載ってるわけやん。要は物質の塊やん。それを読み取ってるんじゃん。バーコードみたいな。何かしらのその文字という記号がふわーってここに詰まってるわけで、それを読み取ってるっていう可能性はあるよね。なんか決して不思議な力ではなくて、本来みんな物質を感じることができて Bluetooth みたいに、その能力を解放してるだけみたいなことはかもね。でも手をかざすで言うとやっぱり手当てって言うやん。いやなんかそれこそ世界共通で何かを送りたいときにこうやるやん。やっぱ何かあるんだよ。なんかこうとかじゃないし、足でもないし。そうです。はい、ラストストーンのペペロンチーノです。はい。ありがとうございます。すいません。一口いかへん。一口いいですか。いただきます。ペペロンつけそばお待たせします。あと麦の水割りください。食べたことないやつです。